劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム。興行収入がガンダム作品の中で歴代第1位となり、大好評を博しています。そんな本作は制作過程で様々な愚弄があったようで、各所でのインタビューを見ていると、映画として完成するまでに初期設定から大きく変化しているようです。そこで今回は作品完成までに変化した初期設定について見ていきたいと思います。なお、本動画は映画のネタバレを含みますので、苦手な方はご注意ください。敵はブラックナイツではなかった。キラたちに立ちはだかったブラックナイツですが、当初は予定になく、敵は量産型フリーダムが大量に出てくるという構想だったことが明かされています。過去のガンダムエースの福田監督インタビューの話によると、初期構想では20人のキラが敵という話があったそうなので、その時の敵のモビルスーツの話なのかもしれません。最終的にはキラより優れた種とされるアコードが登場しましたが、キラのクローンが敵であれば確かに機体は量産型フリーダムの方が似合いそうな、分かりやすそうな気がします。しかし映画として見た時に量産型フリーダムの大軍と戦っていると想像すると、敵も味方もキラで、敵も味方もフリーダムになってしまうので、個人的には敵陣営に個性をつけるのが難しくなってしまう印象を受けます。また敵からの差別化を図ろうとしても、逆にクローンだからみんな同じでなければおかしいとなってしまい、敵からの個性をつけるのが難しそうな感じがします。もし敵がキラのクローンで登場機も量産型フリーダムだったとしたら、どんな作品になっていたのか気になるところです。デストロイは出ない予定だった。映画序盤で登場したデストロイ、圧倒的な火力を持つ機体ですが、ライジングフリーダムやイモータルジャスティスのような主役級の機体の前ではあっけなく倒される存在となっています。デストロイのような巨大モビルアーマーは威圧感はあるものの、やられメカという立ち位置の機体だからか、映画でわざわざ出すほどの機体ではないということだったのかもしれません。デストロイ戦がなければその分の時間を他の機体のシーンに割り当てることができると思いますが、序盤戦でコンパス部隊がどのような活動をしているのか分かりやすく見せると考えると、キラたちがモビルスーツ部隊をどれだけ倒しても当たり前のように見えてしまいそうなので、モビルスーツを倒していった上に強力な兵器であるデストロイまで倒す方が分かりやすくなるのかもしれません。未登場のモビルスーツが多数存在する。本作のモビルスーツデザインは大河原邦義が務めておられますが、最終的に映画に登場した機体は27機ほど。この数はストライクフリーダム2式とマイティストライクフリーダム、ギャンシュトロームやゲルググメナース、そしてブラックスコードルドラといったカラーバリエーション機を別々にカウントしての機体数です。他にも色が変更されただけのデスティニー、スペック2なども含んでいます。そのため新規で書き起こされた機体の数で見ると、ライジングフリーダム、イモータルジャスティス、ゲルググメナース、ギャンシュトローム、ストライクフリーダム、インフィニットジャスティス2式、ムラサメカイ、ズゴック、デュエルブリッツ、ライトニングバスター、ブラックナイトスコードカルラ、シバー、ルドラ、ジン R、ディン R で合計15機となります。しかしガンダムエースの福田監督インタビューの話では、モビルスーツはたくさん大河原さんに発注したがだいぶ削ったということが明かされています。最終的に登場した機体が全部で15機なのに対してだいぶ削ったということなので、バリエーション機ではない新機で未登場の機体は5から10機くらいはいるような感じがします。また本来はデストロイ戦をなしにする予定だったという話があることから、未登場のモビルスーツがデストロイの代わりに登場して序盤のキラたちと戦っていた可能性がありそうです。コズミックイラ75年は戦争で疲弊した世界なので、もしかしたら新たなデザインの新機体がたくさん登場していると、モビルスーツを開発できる余裕があることに違和感が出てしまうということなのかもしれません。ただ個人的には地球連合はブルーコスモスもほぼ壊滅して資金力に難がある経済状況下なので、新型を開発する余裕はなく、旧式のモビルスーツばかりが投入されているというのが納得しやすいですが、プラントは連合に比べるとメサイア攻防戦での被害がそこまで大きくない印象を受けます。後半で急進派がクーデターを起こした後の描写であれば、ザクオーリアの回収機などが出てきてもおかしくなさそうな気もしますが、皆様はどう思われますでしょうか。デスティニーインパルス。デスティニーインパルスはインパルスにフォース、ソード、
ブラストの3種のシルエットの特性を統合させたデスティニーシルエットを装備させた形態。全状況に対応できる万能シルエットとされるものの、インパルスにはエネルギー効率など負荷が大きすぎるということで不採用に至ったという設定を持ちます。そんなデスティニーインパルスですが、スタッフトーク上映会において、実はインパルスのポジションで登場予定だったことが明かされています。しかし、デスティニーインパルスが出ると、デスティニーと被ってしまうので、普通のインパルス改良機にしたということが明かされました。本機もデザインされながらも未登場に終わった機体の一つと思われます。非常に人気の高い機体なので、それはそれで見てみたい気もしますが、個人的には、デスティニーインパルスだとギャンシュトロームを圧倒してしまい、勝負にならなさそうな印象も受けますが、どうでしょうか。ズゴックではなくアッガイ。アスランが神妙な顔をして現れたかと思いきや、登場したのはまさかのズゴックということで、度肝を抜かれた本作。宇宙世紀シリーズではないにもかかわらず、なぜかビーム砲の名前がメガ粒子砲だったりと驚きを隠せませんでした。さらに興行収入40億円突破記念映像では、ズゴックの中からインフィニットジャスティスが現れ、さらに何とも言えない表情のアスランも出てくるという、アスランのネタキャラ化に対して公式が一番フリーダムだという声が随所で見られます。そんなズゴックですが、当初はズゴックではなくアッガイが登場する予定だったものの、シードデスティニー終了後、本作が公開されるまでに間が空き、その間にビルドファイターズシリーズが放映され、そこでアッガイが登場したため、アッガイではなくズゴックに変更されたことが明かされています。もしもアッガイがアスランの登場機だったら、ファーストガンダムのオマージュでの立ち上がりシーンは、こちらのアッガイのシーンのオマージュだったかもしれません。それは、それで見てみたいところです。キャダリアーの初期イメージ。ズゴックやストライクルージュがドッキングするサポートマシン、キャバリアーアイフリッド。エアフォースワンのように多人数が乗り込むことができ、内部に居住スペースがあるというコンセプトであり、さらにドラグナー3型のような索敵電子戦の能力が盛り込まれていると明かされています。またキャバリアーはズゴックと合体すればアメイジングズゴックとなり、ストライクルージュと合体すればアメイジングストライクルージュという名称になるなど、どこかの名人が参戦したくてうずうずしそうな名前になっています。なお昨日ツイッターでアメイジングジャスティスという言葉がトレンドに入っていました。これは福田監督の後藤龍さんへのリプライで書かれたアメイジングジャスティスという言葉をきっかけに、アメイジングジャスティスってなんだということで広まったものと思われます。書籍グレートメカニック G には、キャバリアーは本来ジャスティスの装備という記述があるため、もともとジャスティスがキャバリアーを装備した姿をアメイジングジャスティスと呼ぶものの、映画ではキャバリアーをジャスティスが装備している姿は見られなかったので、アメイジングジャスティスという名称は設定のみで、作中に登場しなかったということだと思われます。そんなキャバリアーは、もともとアスランたちの拠点として円盤型のもので、潜水艦のように生活できるものを想定したところから誕生したことが明かされています。今となってはキャバリアーのイメージが定着していますが、逆にもともとの円盤型の拠点というのがどんなイメージだったのか気になるところです。アグネスは死ぬ予定だった。CV 桑島穂越のシードキャラといえば、過去作では全員死亡していたことからアグネスも死亡するのではとファンの間で囁かれていましたが、見事生還を果たしました。しかし当初アグネスは死亡するシナリオだったことが明かされています。映画ではアグネスはコンパスを裏切ってアコード側の味方になった後、終盤でルナマリアと戦いを繰り広げました。そして敗北するもルナマリアに助けられて生還しました。一方アグネス死亡ルートではシュラに殺されて死ぬ予定だったとのこと。またアスランがそれに怒ってシュラを倒す展開だったものの、アスランがかっこよすぎるということで却下されたそうです。シュラはアスランとの決闘を望んでいたので、アグネスにアスランとの決闘を邪魔されて怒ってアグネスを殺すという展開だったと思われます。アスランのリモート操作やスケベ妄想はなかった。映画後半ではアスランはシュラと戦う中、インフィニットジャスティスの操縦を一時的にカガリに任せ、スケベ妄想でシュラを動揺させていました。しかし当初の予定ではこのようなリモート操作とスケベ妄想がなかったことが明かされています。具体的にこの時のシナリオはどのような内容だったのか明かされていませんが、
アグネス死亡ルートの話も考慮してシナリオを考えてみると、シュラとアスランの決闘をアグネスが邪魔したことでシュラが逆上してアグネスを殺す。そしてそれに怒ったアスランがシュラを倒すという流れになると思われるので、リモート操作のスケベ妄想も入れる余地がなかったということではないでしょうか。監督曰く、今作のアスランはかっこよすぎるシーンが多いものの、そもそもアスランはそういうキャラではない。だからスケベ妄想でオチをつけるとされているので、アグネス死亡ルートだとアスランのオチをつけることができなかったのかもしれません。池田秀一氏のもう一つのキャラ、シャアの声優でおなじみ池田秀一氏。シードシリーズではデュランダル議長の声を担当しておられます。映画でのデュランダルといえば少しセリフがあるのみです。しかし実は池田秀一氏にはデュランダル議長以外にも役の予定があったそうです。どんなキャラなのかは分かりませんが、もしかしたら他にも西川貴教 CV のキャラなども構想段階ではいたのかもしれません。ということで以上、各所で公開されている内容から分かる初期構想についてでした。初期構想のシナリオで進んだ場合、アスランのスケベ妄想のような面白展開のない、全体を通してシリアスなストーリーになっていたのかもしれません。過去作の展開から考えると特に違和感はなかったかもしれませんが、個人的にはその作りだとメリハリが減ってインパクトが薄くなりそうな気もするのですが、どうでしょうか。ぜひ皆様が感じたこともコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。